はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回本当にご心配おかけしてすいませんでした。そして温かいコメント、ねぎらいのお言葉本当にありがとうございます。とても心が温かくなりました。そして今もう調子良くなってますので大丈夫です。今回は、2月の18日までの流れ、気をつけることや人間関係、仕事のことを見てみたいと思います。よろしくお願いします。早速いきますね。はい。はい、一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド8の逆、そしてペンタクルスキング逆、ワンドクイーン逆、ペンタクルス2の逆、ソードエース、吊るし人ですね。そしてマジシャン逆です。気をつけることや対策がソード8と、お月さんの逆とオラクルはペンタクルスのナイト、聖地ですね。2月の4日以降は、金星がお羊座に入っていますので、愛情とか金星っていうのは社交性だったりとか愛情とかお金とか美しさとか、それがお羊座に入ることによってお羊座の皆さんにとっては平たく言うとなんか人気運が出たりとか、自分で自分のことを認めやすくなったりとか、金運が上がったりとか綺麗になったりとかに社交性が出てきたりっていうことで、なんとなく優しいエネルギーがお羊座さんを応援してるっていうふうに思ってもいいと思います。今までは躊躇していたことをスッとできるようになったりとか、自分でそれを認められるようになったりっていうのもあると思うんですね。でさらにはこの2月4日以降というのは木星もねやっと巡行に戻ったので、なんだかねなんとなく滞っているような感じがしていたことっていうのがやっと流れ始めるなっていうのを体感してらっしゃる方も多いんじゃないかと思います。そして2月18日までって言ったんですけど、なぜ18日までかっていうと、18日以降太陽星座が今度魚座に入るので、それまでの間とそれ以降というふうに分ける方が分かりやすいかなと思ったのでそうしています。でこの2月18日までっていうのはやはりお羊座の皆さんっていうのは新しい可能性を見ていく、新しい可能性に気づくみたいな時なんですね。それが特に他者を通してとか新しいグループを通して、これまでやったことのなかったようなことに挑戦することを通して、そういった世界が見えてくる、可能性が見えてくる、自分がもっと何に対してエネルギーを注ぐことによってより自分が自分らしくフィットするかっていうのが分かってくるよっていうのが星の流れなんです。で2月12日が満月なんですよね。この満月自体っていうのは少し過剰になりやすいというか、お羊座の皆さんにとってやはり自分の個性というものをどこまで表現するか、どこまでそれを自分で許可するかっていうのもあるかもしれませんし、例えば社会的にはこうですねとか、現状の常識的にはこうだけど自分はこうしたいっていう思いのその葛藤があったりとか、そのやりたいと思うことに対してこれまでの自分の感覚から言うとそれは無茶だと思ったり、でもそこに何かしらの横やりが入ってくるんですよね。もっと変わるんだったら昔と同じような感覚じゃダメだとか、何かそういうねいい意味での刺激も来ると思うんです。ただちょっと過剰になりやすいので、あまり自分にプレッシャーはかけすぎない方がいいのかなっていう時です。大なり小なりっていうかね、エネルギーが大なり小なりあるんですけど、その振り幅を見て自分が一番心地いいとこはここだなみたいなのに気づくための振り幅だと思ってもらいたいので、ちょうど12日あたりっていうのは非常にその振り幅が広いというか大きい時なんですよね。やりたいでもダメだとか、なんかそういう感情になりやすい時、例えばやりたいことがある、挑戦したいことがある、でもそれにはこんなにお金がかかるとかね、そう思う中で何を自分が選択するかっていうのをまたゆっくりとというか、そこでそのなんかできるできないの感覚の中で、自分が決めていくわけですけども、ただなんか話ごちゃごちゃで申し訳ないんですが、3月2日までっていうのが、3月の2日からねこの金星っていうのが逆行を始めるんですね。ですのである意味3月2日までの方がいろいろ物事っていうのは進みやすいんです。ですのでせっかく今ね木星も巡行に戻って自分がやりたいことをやっていけるよっていう時もありますし、自分に価値を置けるよっていう時でもあるので、多少自分にとってはなんか飛んできた話だなとかちょっと難しいなっていう話があったとしても、それを変に過剰に期待しすぎることもなく、過剰に、なんか謙遜するというかね、引くこともなく、
自分にとって一番心地いいところでちゃんと判断していってほしいなって感じがあります。なので12日過ぎればだいぶ落ち着いてくるとは思うんですよね。そしてカードで見たところ、入り口がねやっぱりバンドの8の逆なので、こう情報がいろいろ飛んでくるなって感じがします。でこれは本当にその可能性っていうものが飛んできているのか、もしくはお羊座の皆さんが自分のなんか人生を豊かにするためにいろいろ考えていることっていうものがたくさんあって、それらがまだ統合されていないというか、バラバラの出来事がたくさんあり、それをどうやってまとめていこうかなっていう渦中の中にいるんだなって感じがしました。っていうのはこれまでの流れもやっぱりペンタクスのキングだったりワンドのクイーンのが出ているので、非常にうまくこなしているんですけれども、いろんなことをね。でただ自分では焦っているとか、もう自分ではいっぱいいっぱいなんだみたいな逆位置なので、それを自分はちゃんとできてるっていうふうになかなか認識しづらいのかなっていうふうに思ったんです。でも今もやっぱりペンタクスの2の逆でいろんなものをうまくこう交差しながらというか、絡めながら交代させながら調整しながら進めているなって感じがするので、オフィス座の皆さんとってもなんかね、2025年始まって今年もいろいろあるんじゃないかなみたいな、そういういい意味でですよっていう時の前段階として今何かが始まろうとしているっていう感じがあるので、なんかそれに対して可能性だけが今見えている状態で、どれを選べばいいんだろうみたいな感じなのかもしれないですね。ただただちょっと忙しい、あんまり余裕がないぞっていう感じでも、これはなんだかんだ言いながらちゃんとまとまっていくので焦らないでくださいね。そしてこの2月の18日までの流れとしては、自分で決めていくっていうのがやっぱ出ています。ソードのエース、自分で切り込んでいく、決めていく、覚悟するみたいな、そんな感じがあり、たくさんやることはあるけれども、自分でそれをちゃんと調整できるでしょうし、何が一番大事かも自分で考えられるし、そこに挑戦していくんだなって感じがあります。なんとなくこうごちゃごちゃした状況とか、なんかいろいろ動いてるなっていう状況の中で自分で決めていくっていうふうに出ていますね。これとてもたくましいですね。はい。そして、その後がですね、吊るし人っていうのが出ているので、吊るし人も出てるし、マジシャンの逆も出てるし、オラクルがペンタクスのナイトということは、分かってるよ分かってるよみたいな、決めたよね大丈夫その通り行くんだけど、でもゆっくりで大丈夫、そんなに勢いよくなんかきっかけさえつかめばブッと飛んでいくみたいな、そんな感じじゃないから大丈夫だよみたいな感じで言われてる気がしました。ここでもやっぱりソードの8が出ているので、自分では万全な計画を立てた、でもあれみたいな、なんか全然なんかその通り進みにくいじゃないみたいな状況があるかもしれませんが、でもそれでいいんですみたいな感じなんですよね。そんな感じなんです。わざわざというかね、3歩進んで2歩下がるみたいな、そんな感じで行く方が結果的にはうまくいくから、自分でもこんなに3歩も進んだのにまた2歩下がるんかいみたいなことを思うかもしれませんが、それでいいんですみたいな反復作業というかね、復習しながらやっていくみたいな感じです。でも振り返ったらちゃんと確実にしっかりとその価値っていうものを自分の中で積み上げていってるわけだから、ゆっくりでいいんですっていう感じで言われてますね。何があるんでしょうね。皆さんが何を計画してるかですね。おそらく動きたくても動けないみたいな状況がもしかしたらあるのかもしれません。でこれが3月の2日以降の方がいろいろなんか誤解が生まれやすかったりとか、ちょっと自分では後退しているような感じがするかもしれませんが、それも含めての流れなんですよね。今それをあえて今この18日までの間に見せてもらってるというか教えてもらってるっていう感じがするので、例えばですけど、ものすごく変な例え話ですけどね、車でどこかの目的地に行く時に、通常だったら10分ぐらいで行けるところが全部の信号が青だったら、そして全然止まらなかったら3分で行けますみたいな感じがあるとして、でも通常は10分でも3分で行こうと思えば一番早かったら3分で行ける。でそれを計画するような感じがするんですよ。マックスいろんなことがうまくいけばこうできるみたいな計画を立てそうだなっていう感じがしたんですけど、ここはあえて通常10分だけど混雑してるかもしれないし赤信号続くかもしれないから、余裕見て15分か20分ぐらいは計算に入れとこうぐらいの感じがいいってことです。その方が焦りもなく変な動きをすることもなくいけるよっていう感じがしました。そしてきちんと落ち着いてその目的地について
次の段階を踏んでいけますよっていう感じです。ちなみにですが、今はそうやってこういろんな人の中で自分らしさとか新しい可能性っていうのを見ていく時なんですが、2月18日以降っていうのは少しね調整の期間に入ります。これまで自分が絶対にやらなくちゃいけないと思っていたことが、それをちょっと手放していくとか、もう委ねていくとか、流していくとか、あとは任せたみたいな感じの時になってくるので、だからこそこう気持ち的にはね、もう全力エンジン全開でいきたいと思ったとしても、どっちかっていうと余韻で流れていくみたいな感じで感じる方、覚えておく方がいいので、何か今絶対これをやらなくちゃいけないんだって思いがある方は、できたら3月2日までにある程度終わらせるような段取りを組んだ上で、ちょっとだけ余裕は持たせておくっていうのがいいと思います。これ今見てるのは18日までなんですけれどもね、ちょっとそれを踏まえた上で仕事のことを見てみましょうか。お仕事ね。例えば一か八かで自分が何かガンって何かを決めて言った時に、その結果や答えっていうのも少し遅いのかもしれませんね。何かその結果や状況になるのが多少ちょっと時間が思ってるよりも時間がかかるのかもしれませんね。お仕事はエンプレスが出てます。女帝が出てますね。とても豊かです。そしてカップの4とペンタクスの9なので、お仕事に関してはすごくなんか思ってる以上の豊かさがあるっていう感じがしますね。ご自身では多分ダメだろうなって思ってるようなこと、きっとこれは無理なんだろうなって思ってちょっと諦めかけたりとか、あんまり期待しすぎてその期待通りいかなかったら嫌だから、あんまり期待を持たないでおこうって思ってることが実はすごくうまくいくみたいな感じがあります。やっぱり女帝のカードっていうのは本当に豊かさを象徴するカードで、生み出していく芳醇なカードなんですね。なのでよく妊娠してる女性で描かれてることもあるんですけど、仕事としてこれが出るっていうのは今後のご自身の人生にとっても豊かな材料がたくさんあるっていう感じです。まだ流れてきてなかったとしても、何か自分の感覚が豊かになったり、恵まれてるなと思ったり、この仕事好きだなと思ったりっていうような、とても豊かな、自分だけが豊かなのではなく、自分が豊かになれる状況や環境やタイミングっていうものが揃ってる感じがします。そして実際にそれを身にできるみたいなね、ペンタクルの9っていうのは何かステータスが上がるとかチャンスを手にするとか、そういうカードなので、とってもこれもね、花がたくさん咲いてていいカードなので、ご自身が気持ちそこまで期待してなかったのにすごい良かったって感じがあるかもしれません。なのでもしさっき言ったみたいな、どうしてもこれを何とかしたいんだっていう思い、ある意味執着のような思いを持ってる出来事に関してはちょっと時間がかかるかもなっていうのを思ってほしいんですけど、あんまり期待してなかったことに関してはめちゃくちゃいいっていう感じがします。仕事はね。ちょっと人間関係見てみますね。2月18日までの人間関係。ここでやっぱりお月さんの逆が出ているのでね、何かこう見えなかったものがはっきりしてくるっていうのは一つあると思うんです。だからこそ、その見えなかったことがはっきりしてくるからこそ、それに対する対応とか対処で時間がかかるっていうのもあるかもしれないんですけど、ちょっとそれ何か人間関係に関係するのかな。人間関係スターですね。ワンドエース人間関係めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいです。カップ10にワンドエースにスターです。この上なくいい感じです。これはこの上なくいい。人間関係に関しては今のそうですね、やっぱり金星という社交性とかね、愛情とか豊かさっていうものがお羊座に入ってきている時なので、仕事でもいいんですけれども、やはり自分が理想を思い描くとか、こういう関係でいたいんだよなって思う、そのことが現実化してくるよっていう感じがあります。それはなんか周りから与えられてラッキーっていうものではなく、自分が掲げた理想や自分が思っていたこうありたい、こうなりたいと思うその関係性っていうものを自分が作っていく勇気があるって感じが出てるんですね。その結果満たされますよみたいな感じです。ですのでぜひこれでもスターの意味っていうのは理想とかね、そういう感じもあるんですけど、
要するにこう裸の人が描かれていて、そこに水も溢れていて、こう聖杯から水が溢れているみたいな感じもあるので、やはりありのままの自分で正直な自分を見せるとか、正直な自分の感情を流すっていうことをすることによって、何かが新しく始まる。バンドエースっていうのは生み出していく力、火の力なんですね。ここからいくらでも情熱を燃やしていけるとか作っていけるっていうのもあるし、そしてそれがカップの10ということでめちゃくちゃ満たされるっていうのがあるので、人間関係は恩恵しかないって感じです。でもし、いや人間関係今苦労してますよとか困ってますよっていう方は、ぜひ自分のその鎧を脱いでみるっていうのがいいかもしれません。このスターの女性のようにもう裸になるみたいな、感情をあふれさせる、洪水になってもいいから感情をあふれさせる、それを素直に出してみるということによって、何かが流れていく、整っていくっていう感じがしました。やっぱね、オラクルがやっぱりペンタクスのナイトなので、今この時期経験していることっていうのは、葛藤であれ、喜びであれ、努力であれ、なんかとっても大事な積み上げていく作業なんだなって感じがします。はい、ということで最後にもう一番引いてますね。もし何かしらそうか分かりましたとかちゃんと受け取りましたという方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、では新しい可能性見てるんですもんね。このカードいかがでしょうか。何かしら感じることがあれば、皆さんも直感を使ってご自身でねメッセージを受け取ってみてくださいね。何か本当の心からの感謝っていう感じのカードなんですけど、その人それぞれ価値って違いますよね。自分が価値を置いているものってそれぞれ違いますよね。なので何かとっても自分のハートとかスピリットが触れるような嬉しいこと、これは金銭とかそういうものでは測れない、自分のハートの金銭が触れるみたいな感じのことがありそうな気がしますね。でもこれ多分人間関係を通してあるんじゃないかなって気もしますよ。もちろん仕事でもいいんですけどね。何か大事な気づきが起こる気がしますね、これは。はい、ということでここまでにしておきます。ぜひ豊かないい時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。